皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月の25日、木曜日ですね。時間が日本時間の夜の9時、37分ということで、1時間ちょっと遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、これは続きですね。参議院選挙の総括ナンバー3ということで、今回の参議院選挙が小選挙区比例代表制ではなくて、1票の格差がゼロの大選挙区1区比例代表制で行われていたら、その結果どうなっているのかということで、ビジュアルに表示するとこうなるだろうというのが今日のメインテーマです。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で2821回ですね、一元放送でツイキャステレビの媒体で、一元放送ということで、現時点での画像、映像とですね、音声は問題なく配信されているということですね。ということで、今日の放送、木曜日の放送を開始したいということで、昨日お休みだったんで、一昨日火曜日ですね、7月の22日夜放送しましたワイワイニュースライブのメインテーマ、今回の参議院選挙を1票の格差ゼロで日本国憲法に合致した全国大選挙区1区比例代表制で実施していたならどういう結果になっているのかというメインテーマだったんですね。でそれを受けて、YouTube 向けのこのような表紙を作ってくれました。なかなかこれ明るくていいですね。全国大選挙区1区比例代表制1票の格差ゼロで実施していたらどのような結果になっていたかということなんね。で現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスの方で501名様から YouTube で1420名様ということで、合計で1921名というふうになっています。皆さんからの初耳さんですね。コンティニューコインが12345枚ですか。いつもありがとうございます。配信ありがとうございます。から石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。K さん、コンティニューコイン。から石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。から初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。それからイルミナティ研究会さんがお茶爆点ですね。それから今日の放送の前に、いただいたコメント、砂ずきんさん、山本票を山田太郎に参議院比例で集計ミスと、千葉選管ですか。まあこれは全体が山本太郎の名前で獲得した票が99万票ですから、せいぜい50票とかそんなもんでしょう。体制に影響ないということですね。山田太郎と山本太郎って本当一字違いなんで間違っちゃったんですかね。それから砂ずきんさん、安倍氏は自分が癒着している吉本興業に我らの血税100億円を提供すると勝手に閣議決定していると、今回の参議院選で安倍自民党に投票した国民を大いに反省すべきと、他のまともな国民が迷惑するという新ベンチャー革命ですね。これ122億円と言ってますよね。なんか吉本興業を中心にした教育プログラム、それに、血税をですね122億円も決定したという、盛りかけとかあるいは家計と全く同じ、背景ですよね。だから彼は何の、反省もしてないということでしょうね。
から砂月さん、新たな政治ムーブメントの創出、渡辺照子参議院選を終えてということですね。それから令和新選組2議席獲得、参議院をざっくり総括してみると、ハンセンな家づくりと。から砂月さん、没落前の思い上がりと米英、これは読みましたよね。ということですね。そして砂月さん、配信中ですね。これは火曜日のあれですね。で、今日のテーマがこのナンバー3ですね。よりビジュアルに表示したらどうなるのかということですね。ということです。そして今日の画像ですね。今日の画像はこれ面白いですよ。自民党は勝ったと言ってますけど、勝ったと言ってる、要するに、投開票された日曜日の夜ですね、このように当選者の表にですね、バラをつけてるという二階幹事長とともに、笑ってるんですよね。これ勝利したと。でも翌日の自民党の役員会ではこのようないわゆる落胆した二階もぶっちょずらしてるんですね。こっちが本音ですよね。から勝ったっていうのは自民党とから自民党の自民党からおこぼれをもらってるマスコミ電通のでっち上げた嘘なんですね。実際はこれなんですよ。要するに、240万票も減らしたと。比例区の総得票数自民党3年前の参議院選挙と比べて240万票減らしたんですよ。2016年は2100万票ぐらいあったんですけど、今回1771万票と240万票。それで改選66議席に対して、9議席失ってるんですね。57しか取れなかったんですね。だからこれがさらに、安倍の悲願である憲法改正という名の憲法破壊に必要な衆参、それぞれが3分の2議席以上を確保するということで、今までは衆参で3分の2以上を確保してたんですけど、今回の参議院選挙で3分の2議席を割っちゃったということで、事実上ですね、もう憲法改正イコール憲法破壊ができなくなったんですね。だからこの顔なんですよ。特に安倍晋三の顔、えらい違いじゃないですか。前日マスコミ向けにニコニコして勝ったというこういう顔してるんですけど、翌日の自民党役員会ではブスッとしたですね、もう完全に落ち込んでるということですよね。これがいわゆる彼らの本性だということでしょうね。今日の画像です。ということで、議席が減っても大勝利、どっかの癖が伝染したというですね。から砂月さん、これいつもありがとうございます。初めての視聴をご覧の方へか、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で、拡散共有をお願いしますということですね。はい。ということで、今まで、取り上げたやつをアップします。
これは火曜日の表紙ですね。マイナス14。そして、現時点での視聴者数1921名様ということですね。こっちか。そして今日の画像ですね。これ対照的で面白いですね。ということです。そして今日の一言ですね。これは今回の2019年参議院議員選挙総括の一言ということは、私の言葉ですね。一言。全部で1、2、3、4、5、6ですね。1、自民党の比例総得票数約1771万票は前回2016年の参議院選挙よりも240万票減らしていると。で、改選66議席から9議席失ったと。自民党と電通と大手マスコミの自民党勝利は全くの嘘であり、自民党は大敗したんだということですね。だからこういう沈んだ顔をしてるわけですよ。勝ってたらもっとはしゃいでるでしょ。から2番目、今回の参議院選挙で安倍晋三自公政権は憲法改正国民投票発議に必要な参議院3分の2議席以上の確保ができず、安倍晋三の悲願である憲法改正イコール憲法破壊が事実上不可能となったと。もうできないんですよ。いくら野党とか国民、民主党等々に手を突っ込んででもですね、3分の2確保できないでしょう。から3番目、今回の参議院選挙で投票率が戦後2番目の異常に低い 48.8% となったのは、組織票に強い自公政権が戦艦ですねと電通と大手マスコミを総動員して選挙隠し争点隠ししたためだということですね。3つ目。4つ目の一言。この日本国憲法、日本国憲法第15条の2項の規定に、違うわ、この前だ、3つ目。すべての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと規定している日本国憲法第15条2項の意味は、公務員である国会議員は一部の地域の奉仕者ではなく国全体の奉仕者であると規定していると。で、この日本国憲法第15条2項の規定に最もふさわしい国会議員を選ぶ選挙制度とは何かと。それは衆議院選挙でも参議院選挙でも地方の利益代表を選ぶ地域別小中選挙区制ではなく、国全体の国益代表を選ぶ全国大選挙一区比例代表制であると。から5番目、全国大選挙区一区、比例代表制では従来の地域別小中選挙区制では永遠に解決できない一票の格差は即ゼロになると。画期的なんですよね。で、なんでこれ野党今まで、あるいはマスコミ、あるいは、学者とか評論家が言ってないんですかね、これね。6番目、もしも今回の参議院選挙が全国大選挙区一区比例代表制で行われていたら、自民党の獲得議席は57ではなくて
14少ない43であったと。これは今日のテーマで出てきますけど、ということなんですよ。だからインチキなんですよ、本当。これが今日の一言ですね。これアップしますね。結構重要なんで。自民党の獲得、比例総得票数は1771万票約。前回2016年と比べて240万票減らしたと。その結果議席が改選66に対して9議席も少ないんですよ。これ敗北でしょうね。マスコミは勝ったって何なんだろうね。何が勝ったって。から今回の参議院選挙で安倍自公政権は憲法改正発議、国民投票発議に必要な参議院3分の2以上の議席の確保ができなかったということで、安倍晋三の悲願で日本会議、神社本庁、靖国神社、護国神社等々の悲願であった憲法改正イコール憲法破壊の策動が事実上不可能になったということですね。だから大敗北なんですよ。で今回の総選挙で投票率が戦後2番目の 48.8% と異常なほど低くなったのは偶然ではない、意図的だと。これは組織票が得意な自民党と公明党創価学会が有利になるように、いわゆる無党派層の投票率を下げるということを意図的にしたからですね。で、自公内閣政権が自分たちの総務省の支配下にある選管を使ってさまざまないわゆる投票所を1時間繰り上げて早く閉めちゃうとですね、そして電通大手マスコミが特にテレビですね、参議院選挙のテーマをわざと番組の数を 30%、40% 減らしたんですね。でその結果、テレビが参議院選挙のことを一切言わないということで、関心が向かなかったと。それと野党ですね、立憲民主党枝野から国民民主党誰でしたっけ、の代表が典型ですけど、争点を個別の消費税とかあるいは年金問題とか等々の個別の課題に落とし込めちゃったんですね。これ意図的だと思うんですね。本来だったらこの7年間にわたる憲法破壊と国家権力犯罪を繰り返し、犯してきた自公ファシスト政権を完全に打倒するんだと、駆逐するんだという大きなテーマを掲げて政権交代を狙うんだということを明確に、指し示せばですね、争点がはっきりした東北の青森と福島以外の秋田とか山形とか岩手とか宮城等々新潟等々で野党統一候補が勝ったんですね。だから勝ってたんですよ。野党の二大野党の代表が争点を明確にして、安倍自公ファシスト政権を打倒するんだと、政権交代を実現するんだということをはっきり指し示せば勝ってたんですよ、統一候補。
それを中途半端にして、戦ったから決定的な勝利にはならなかったということでしょうね。ということです。なんだっけ。これが今回の総選挙。すべての公民はそうか。で、憲法第15条第2項。これ非常に重要なんですね。すべての公務員は全体の保守者であって一部の保守者ではないと。この憲法第15条2項の規定に従えば、公務員である国会議員は地域の利益代表ではなくて国全体の国益代表として、選ぶべきだと。ということは、地域代表を選ぶ、いわゆる県議とか都議とかですね、あるいは区議とか市議とか町村議員等とは全く違って、全国一区大選挙区制度、比例代表、これによって選ぶべきなんですよね。マイナス3。だですね、だ。最もふさわしいのがこの全国大選挙区一区制ですね、比例代表と。ですから従来の小選挙区、中選挙区、選挙区を分割すると。選挙区はそれぞれ有権者数が違うから、いくら地域割を訂正しても決して永遠にですね、この一票の格差っていうのはなくならないですね。唯一なくなるのは全国大選挙区一区制比例代表なんですね。でもしも今回の参議院選挙がこの全国大選挙区一区比例代表で行われてたら、自民党は57ではなくて14議席少ない43議席だったと。43議席だったと。これほど劇的に違うんですよね。ということです。それで今日のメインテーマですね。今日は参議院選挙の総括ナンバー3というところで、火曜日に引き続いてそれをビジュアルに表示するとどうなるのかと。今回の参議院選挙が小選挙区比例代表ではなくて1票の格差ゼロの大選挙区1区比例代表で行われていたらどのようになっていたかと、ビジュアルに表示するとこうなるだろうということで、今日のメインテーマはこういうことなんですね。で最初はですね、火曜日はエクセルではなくて、何でしたっけ、ワードか、ワードで、まとめただけだったんですけど、今日はその数字をです、ちょっとこれ小さくて読めないかもしれないですけど、これ、政党なんですね。政党、自民党、公明党、これか、立憲民主党か国民、民主党とか共産党、日本維新の会、社民党、れいわ、新選組、そして NHK から国民を守ると、こういう全部で9つの政党が比例
で獲得票数がこれだと、自民党が1771万と、公明党が653万と、で立憲民主が791万と、国民民主が348万と。だからこの立憲民主と国民民主を足すと1100万ぐらいなんですね。で共産党が448万で、日本維新の会が490万で、社民党が104万で、令和新選組が229万と、そして NHK が98万と。で次にパーセンテージなんですね、全体の割合。自民党が 35%、公明党が 13% ということなんですね。そして、いわゆる現行の小選挙区比例代表で、獲得した議席数、自民党57、公明党13から立憲民主17、国民民主5で、維新が 6？ 違うか、共産党が6かで、維新が 9？ 9から社民が1、令和が2、NHK が1と。でこれが現行の小選挙区比例代表なんですね。そうじゃなくて、一票の格差のない全国一区比例代表、これで実施したらどうなってたかということなんですけど、これなんですね。自民党は57じゃなくて43と。だから14多いんですね。14少ないんですね。全国一律だと。13議席も少なくなるんですよ。から公明がなぜか3議席増えると。それから立憲民主が2議席増えると。から国民も3議席増えると。そしてこれはこれはなんだ、日本維新の会が5議席6議席かで、共産党が6議席だ。共産党が6議席増えるんですよ。そして、日本維新の会が3議席増えると。で社民党が1議席増えると。で令和が3議席増えると。全部で 5なんですね。だから山本太郎代表、それと野原さん、現役の創価学会員、それと2万票を獲得した蓮池さん、この3人がプラス3で、国会議員に選ばれているはずなんですね。そしてこれをですね、このようにこの円のグラフで表示するとこうなんですね。でこのブルーのところが自民党、そして公明党、立憲民主、国民民主から共産党、社民党、令和と。令和がこれなんですね。社民党がこれですよ。そして NHK がこれと。令和がこっちか。社民党、令和、NHK ということですね。
でこれが日本維新の会、これが共産党で、これが国民民主、これが立憲民主、これが公明創価学会、これが自民党ということで、これが現行の小選挙区比例代表なんですね。でそうじゃなくて全国大選挙区1区比例代表、こうやるとどうなるかというと、自民党が14議席減りますんで、これなんですね。これ自民党で公明創価学会で、この2つを合わせても改選124の過半数にはならないんですね。これ過半数割れしてるんですよ。でこれが立憲民主、これが国民、これが維新、日本維新の会で、これが共産党、そして社民党、令和、そして NHK と、令和が5なんですね。だからこの差が出てくるんですよ。これビジュアルで、並べると分かります？こういうのがこうなるというんですね。こっちのが正しいんですよ。民意を反映してるんですよ。一票の格差のないということです。そして次に今回の参議院選挙で暴露された3つのインチキがこの大選挙区1区比例代表制導入で全て一気に解決されるんだということなんですね。で3つのインチキとは何かということで、これは火曜日に画像で、取り上げましたけど、これ東京新聞の記事に載ってたやつね。自民党が選挙区で、獲得した2009万票は全有権者1億588万の人の有権者の 18.9% しかないと。でも 18.9% の得票しかないのに議席の占有率は 51.4% と、こういう全くのインチキな現在の小選挙区比例代表制、これを一気に解決できるんですね。大選挙区1区比例代表制で。から2つ目のインチキ、これは99万票取った令和新選組山本太郎代表が落選したということなんですね。普通ありえないですよね。99万票も取って、でさっきのグラフに円のグラフにありますように、令和は5議席2議席じゃなくて5議席獲得してたはずですから、彼は含めて、野原さんと蓮池さんも議席獲得できたと。から3番目の画像ですね。これは今回の参議院選挙で一票の格差がひどいということで、弁護士グループが全国一斉に、提訴したんですね。ですからこの大選挙区1区比例代表制を導入すれば、この3つのインチキが一挙に解決される、こういうことなのね。というのが今日のメインテーマで、ビジュアルに、表示するとどうなるかということですね。小僧君、安倍首相、静養先でゴルフ、北朝鮮ミサイル発射でも予定通りという、もうおそらく彼は悲願であった憲法発議に必要な
参議院3分の2が確保できなかったということで、もうかなり、やる気失ってるんじゃないですか。そのうち放り出すと思いますね、私はね。ということですね。ということで、今日のメインテーマのポイントだけでもアップしますね。総括ナンバー3です。よりビジュアルに表示するとどうなるのかということですね。画像1、Excel でこれを表示してみましたと。それで今回の自民党の比例総得票数約1771万票は前回の参議院2016年よりも240万票も減らし、改正議員66議席から9議席も減らして自民党は大敗したと。勝ったっていうのは自民党とマスコミが仕掛けた大嘘なんですね。だから日本の本当マスコミ、大手マスコミっていうのは犯罪的じゃなくて犯罪者そのものですよね。共犯者じゃなくて、自己ファシスト政権と同じ主犯者ですよ。私はいつも言ってますように。とんでもない。だから全て解体追放すべきなんですね。から今回公明創価学会の比例総得票数653万票は前回2016年と比べて100万票も減らしてるんですが、なぜかですね、改選議員11から2議席増やして13になったと。これは何なんでしょうね。誰か説明してください。私分かんないですよね。票を減らして議席が2議席増えるっていうのは何なんですかね、これ。不思議ですね。広島豪雨で天ぷら、山梨県豪雪でゴルフ。山梨県豪雪の時も天ぷらなんですよ、ゴルフと天ぷらで。台風でも赤坂自民邸、彼は自分の楽しみしか考えない、そういうことですよ。よくこんなやつを7年間も首相にしてたなということですよね。から画像に円表示は原稿ですね。現行の小選挙区比例代表、で現行の比例代表で自民党57と公明13を合わせた獲得議席は70で、改選過半数63を7議席上回ったと。だインチキ選挙制度で、過半数を上回ったということで勝ったって言ってるんですね。で3、これが大選挙区1区比例代表制、でなるとこういうふうになるよという政党別の獲得議席数ですね。でもしも今回の参議院選挙が大選挙区1区比例代表で行われていたら、自民党43、公明党16合わせて、自公の予想獲得議席数は59で
過半数63を割ってたということですよね。だからインチキ選挙制度で勝ったって言ってるんですね。そして3つのインチキが暴露されたんですけど、これを一気に解決できるのがこの大選挙区1区比例代表制だということなんですね。3つのインチキとは何かと。1、これは東京新聞の記事に出てた全有権者の 18.9% しか獲得してない自民党が全議席の何パーセント ?51.4% です。51.4%。18.9% しか取ってない自民党が参議院の議席 51.4%。こんなインチキ許せんのと。これをですね、日本の最高裁判所は違憲状態って言ってるんですけど、決して違憲とは言わないんですね。違憲状態ということで、それで、一票の格差があるから選挙区の地割りっていうんですかね、選挙区を変更するということをしてるんですけど、根本的な解決になんないですね。毎回あれですよ、選挙終わるごとに弁護士グループが一票の格差がひどいということで提訴して、それで一審二審で、最高裁行って憲法違反とは言わないで違憲状態だと。で国会がこの違憲状態を解消しなさいということで、国会がしぶしぶですね、地域割り選挙区の地域を変更するというふうにしてたんですね。それの繰り返しなんですね。永遠とこれを繰り返すということでしょうね。で、第一選挙区制では各政党が獲得した有権者数と有効投票数との割合で全議席が配分されるということで、一票の格差なんかないんですね。ゼロなんですね。でまた大選挙区1区比例代表では有権者は政党名と候補者名の2つを併記して投票するということなんですね。そうすると各政党の候補者は候補者が獲得した投票数の多い順から議席が配分されるというふうなんですね。だから従来の各政党が決める候補者の順番に従って上から議席を割り当てるんじゃなくて、まさに有権者がこの政党のこの人に投票するという民意が直接反映されるんですね。非常に民主的なんですよ、これ。ということです。で、画像の5。これ99万票を獲得した山本太郎代表が当選してないと。異常ですよね、こんなことがね。だから選挙制度が全くのインチキだっていう証拠でしょ。で今回の衆議院選挙が大選挙区1区比例代表制
で実施されていたら、れいわ新選組の得票獲得議席数は2ではなくて5だと、そういうことなんですね。だから1位の比例、特別枠の船子さんと、それから女性の身体障害者の2人以外にですね、3人が当選したはずだと。で山本太郎99万票と、から次に創価学会、現役創価学会野原義正さん、それと3位の2万票を獲得した北朝鮮による拉致家族被害者連絡会元副代表の蓮池徹さんか、5名入ってたはずなんですよ。で大西さんが1万9000ですから、惜しいところで落選なんですね。で画像6、これは弁護士グループが全国一斉に一票の格差訴訟を起こしたという画像なんですけど、これも大選挙区1区比例代表で、一挙に解決するということですね。これしかないんですよ。だから令和は選挙制度の抜本的改革ということで、衆議院選挙でも参議院選挙でも大選挙区1区比例代表制を採用すべきだということを政権公約に掲げてもらいたいですよね。というのが今日のメインテーマでした。現在47分32秒ですか。視聴者の方が67名様、全体で125名様、コメントが40件ですね。で今日のトピックス、マレーシアはゼロ達成、消費税を引き下げた国のその後はという日韓現代、なかなかいい記事なんですね。マレーシアは景気が回復したと。で経済成長率を4.8%、4.3から 4.8%、今年の成長率ですよ。すごいですね。日本は 1.0 ですよ。で山本太郎氏がなんかもしも日本で消費税をゼロにしたらどうなるかっていう試算を出したっていう記事をちらっと見たんですけど、それちょっと探して、取り上げたいですね。景気回復するんですよこれね。消費、GDP の6割を占める消費が上向くということでしょうね。でマレーシアの場合、個人消費と民間投資が旺盛になったと。で昨年マイナス成長だった農業と工業がプラスになったと。絶大な効果があるんですねこれ。でマレーシアは消費税 6% あったのをゼロにしたんですね。だから日本は 8% あるやつをゼロにするとマレーシア以上の効果が期待できるということでしょうね。から英国カナダでは引き下げたと。引き下げによって景気が回復していると、こういうことですよ。じゃあ特に消費が旺盛になると、それから投資が旺盛になると、こういうことでしょうね。
それと農業と工業がプラス成長するという絶大なる効果なんですね、これね。から2つ目、サンダーズ氏学生ローン債務免除法案を提出と。これ特性例と同じですね。なかなかやりますね、サンダーズさん。で、アメリカの学生ローン半端じゃないですね。この記事に出てますけど、アメリカの学生ローン全部で学生ローンを抱えている人が何人かな。4500万人ですって、アメリカ。学生ローン、未払いの学生ローンを抱えている米国人は4500万人。要するに学生の時に学生ローンを借りたけど就職できない、あるいは、払えないという人たちの総計が4500万人もいるということなんですね。で、総額が172兆円ですって。すごいですね。これを免除するっていう法案をサンダース氏が議員立法でしたと。で、いつも言ってますようにアメリカの場合は法案の起案権も国会への提出権も大統領にはないんですよね。国会にあるんですよね。だから日本の憲法第41条、国会は国の唯一の立法機関であるっていうそのものなんですよ。それを実行したいんですよ、アメリカは。ですからいくら大統領がこういう法律が欲しいと制定したいと言ってもその意図をですね理解した、いわゆる今の与党の共和党の国会議員が起案しないといけないんですね。ですからアメリカ大統領っていうのは念頭にですね一般教書という形で1年間のいわゆる自分がやりたい政策を発表して、それに必要な法律を皆さん作ってくださいよということを国民とそれから国会議員に提案する一般教書で、予算権も持ってないですから予算教書ということなんですね。でそれを受けて、国会議員が一人でも議員立法できると。日本の場合は議員立法っていうのは一見できるように見えますけど今まで言ってきましたように、議員立法が成立するのはその議員立法に賛同する国会議員、衆議院で10名以上、参議院で逆か、衆議院で20名以上、参議院で10名以上と。で特にその議員立法の内容が政府予算に関係する場合はその倍になると。衆議院が40、参議院が20ですから、事実上野党の国会議員立法っていうのはもうその段階でできないんですね。普通議員立法っていうのはすでに有権者から10万人とか20万人以上の有権者に選ばれた国会議員ですから、一人でも議員立法できて必ず国会の関連委員会に付託されるということが保障されてるんですね。イギリスにしても日本だけですよ、こんなインチキないわゆる議員立法を事実上できなくするような選挙法をでっち上げたのが自民党なんですよね。歴代自民党なんですよ。
ということで、サンダースさんはこの個人で議員立法を、起案して、そして、4500万人の債権172兆円をさらにチャラにするという免除法案ですね。学生ローン債務免除法案を提出するということなんですね。財源は金融取引税と。これも非常にユニークですね。これは何かというと、株の取引に 0.5%から債券取引に 0.1%、デリバティブ取引に 0.005% の税を課すと。そうすると172兆円調達できるという、これは非常にユニークですね。いわゆる金融経済に対して、課税するということなんですね。これは非常に参考になりますね。未払いの学生ローンを抱える人は4500万人と、アメリカ。それで米国の学生ローンの債務残高は172兆円。すごいですよね。これでアメリカの銀行は利益を上げてると、上げてきたってことですね。それで彼が提案してるのは、株取引デリバティブ、全額がこの課税で充当されるかどうかっていうのはちょっと詳しいところで分かんないんですけど、でもこれ画期的ですよね。金融経済に対して課税するということをはっきり言ってるんですね、これ。大したもんですよ。から2つ目、3つ目か。京都アニメ支援へクラウドファンディングで、募金が2億円突破という CNN。これアメリカの会社がクラウドファンディング始めたんですね。そしたらたちまちですね、2億円集まったということなんですね。この米センターフィルワークス、クラウドファンディングを呼びかけているのはこの会社なんですね。で、同社幹部は CNN に対して今回の悲劇に対する各界対する今回の悲劇に対する世界中のコミュニティやアニメファンからの支援は本当に驚くものだと。今後も全ての人々が犠牲者や遺族の支援を続けることを願っていると述べたということですね。からトランプ氏、サウジアラビアなどへの武器、販売禁止
要する議会決議に拒否権を発動したということで、拒否権を持ってるから拒否権を拒否するのは3分の2以上の賛成がないとできないということでダメなんですね。特に共和党が過半数を握ってる下院はダメなんですね。でトランプは拒否権を発動したのは3度目ということでとんでもないですよね。それと長期化を懸念し大統領の聴取を断念したとロシア疑惑特別検察官が証言ということで、このモラ特別検察官が上院か議会証言したということなんで、結局腰抜けなんだよねこれ。長期化を懸念したから直接聴取しなかったという、何なんだと、何のために2年も莫大な金使ってやったんだという、本当ダメだよねアメリカの。そして、フェイスブックざまあみろと、純利益半減と巨額、制裁で、減益、2四半期、連続ということでどんどん罰金を課せばいいんですよ。解体しろと、フェイスブックなんか。要するに、国として、憲法とか法律の規定があるんでできないようないわゆる個人情報の検閲をですね、民間の名前でやると、国境を越えてやるというのがこのフェイスブック、グーグル、マイクロソフト等々の巨大企業なんですね。だから本来だったら国として、国民の個人情報をぜひ検閲したいと。でも憲法で、言論の自由とか検閲の禁止等々の規定があってできないということで、それに代わって民間企業であるフェイスブックとかグーグルとかマイクロソフト等々にそのような国ができないような検閲をさせると。その方法っていうのは自分たちで勝手にですね、コミュニティ規約とかヘイトスピーチ規約っていうのをでっち上げて、その規約にあんたの何月何日の記事、ブログ記事、配信したブログ記事はこれに抵触してるから1ヶ月の利用禁止処分にしますよと一方的に言ってるんですね。でそれも3年前とか数年前の記事をでっち上げて持ち上げて、それで、どこがどういうふうに規約に、違反してるかっていうのを一切説明しないで一方的に言ってくると。こんなことが許されていいのかということですよね。フェイスブック特に悪質だよね。で私は6度目かな、6度目で、おそらく来月の8日かなんかに解除予定ですけど、またすぐに、何月何日のあなたのあなたが配信したブログ記事はコミュニティ規約に違反してますと、ヘイトスピーチ規約に違反してますという一方的な通告でまた禁止が来るんでしょうね、7回目が。ということで最後はこれもひどいですね。山本太郎令和新選組が当選した2人をネトウヨが差別攻撃か
重度障害者に国会議員が務まんのかと。介護に税金使うなんていうとんでもないことを。こいつらネトウヨっていうのはもう完全にファシストですから。で、たちが悪いんだよね。実名隠して、いわゆる匿名で、言いたいことを言って、正体を出さないと。こういうことでしょう。もうこれは完全に自民党、安倍自民党とそれから電通が意図的にやらせてる、金払ってやらせてるんでしょうね。こういうネット上に政党助成金170億円毎年現金で入るという自民党がその一部の金を使って、ネトウヨ、このような差別発言を繰り返すネトウヨに、金払ってやらせてると、こういうことですよ。ということで今日の放送はこれで終わりですね。時間が1時間66分10秒17秒視聴されている方が同じ時間帯で71名様、全体で153名様、コメントが55件ということで、なんか目がなんかしょぼついてきてよく見えなくなるんですね。ということで今日の放送、木曜日の放送はこれで終わりです。現在日本時間で22時14分ということで、まあまあこの時間帯に終わるということはまあいいですよね。ということでたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。ということで明日金曜日、放送ありますけどよろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。